やる気イコールね、結果ですよ。実際問題ですね、仕事したい場合ね、アニメというかその絵とかでやる気なんかどうでもいいんですよ、はっきり言って。すごくやる気があって仕事ができない人と、全くやる気がないけど仕事がすごくできる人、どっちを取りますかっていうか、どっちに仕事をお願いしたいですか。めちゃくちゃシンプルじゃないですか。別にやる気で仕事できないんですよ。今日の今日やる気があったとしても、それでは結果って出ないんですよ。それはどういうことかっていうと、過去のやる気の総量で結果っていうのは出るんですよね。要するにたくさん今日は書きました、明日はちょっと書かなかったですみたいな、トータルで1ヶ月でこのぐらい書きました。それがさらに、半年でこのぐらいになりました、1年でこのぐらいになりましたみたいなさ、過去に書いた総量と言ったらいいのかな。でそれが結果、今の自分っていうものを作り出すわけですよ。だからやる気今日あってもしょうがないんですよ。それを足してってトータルとしてどんだけの実力があるかっていうことなのね。だからやる気イコール実力ですと言ってもいいんですけれど、今日の今日ね、たまたまやる気があってもしょうがないよって話です。僕がその学生時代の頃って、今みたいにスマホはないし、もちろんタブレットもないし、まだねアナログだったんで、もうひたすらクリアファイルを 3,4 冊ですね登山でもお前すんのかみたいなリュックに詰めてそれで飲み会とか普通に行ってましたよ。でそれで僕こんなの書いてますよみたいなのを普通に見せて回ってましたね。ほんと売り出し中の行商人のようにですね、いつも重い荷物を持っては見せて回るみたいなことを普通にしてました。っていうのは、口先でどんだけやる気があるって言っても意味ないんですよ。っていうのはもともと僕そう思ってましたから、だとしたらひたすら結果を常に見せ続ける。来年きっとこのようになるでしょうというですね、期待を持たせるような形でひたすら絵を見せていくというようなことしかできませんから、口でいくら言っても当然ですけど人って分かってもらえるはずないじゃないですか。で皆さんでしたら愚鈍な方法を取る必要がなくて、もうひたすらですね SNS に上げ続ければいいんですよ。そしたらその結果を興味がある人が見てくれて、半年前1年前、3年前はこうでした、で今はこうですみたいな成果をですね、ブログなりノートなり分かんないけどたまにちょっとまとめると、よりいいかなと。あとね、やる気っていうところにねこれも入るんですよ。見せるやつに手間を取らせるなはい、やる気を示すためにはすごい簡単に見やすい形にまとめておいてほしいんですよね。これも実はやる気です。これ何かっていうと、他人にやる気を伝えるための配慮というか、それもさえもやる気じゃん結局。だからパッと見てこれが何なのかはさっと分かる状態であるっていうことも、実はこれはやる気に入っちゃうんですよね。ある程度相手からどう見えるかっていうことをやっぱ前提に動けるかどうかっていうのも当然ながらこれやる気に入っちゃうんですよ。自分の SNS をまとめておくっていうような人と、なんとなく適当にやってる人では傍から見てやる気って全然違って見えると思うんですよね。結論で言うとね、やる気で仕事はできないんですよ。簡単に言うとね、技術でしか人は見てくれないんですよ。でその技術を上げるということが最大のやる気を示すことなんですよ。今日のパッションなんかどうでもいいんですよ正直できるかできないかしか求めてないんですよ。それを達成することができる能力を持ってそのパッションを示すしかないんですね。はい。あとこういう人もいるよね。例えばアニメーターになりたいんですって言ってる人みたいな、あるいはプロの絵描きいいなと思ってますみたいな人ね。これがですね、実際問題やる気があるんだったら多分ね情報収集してるはずなんですよ。アニメーターになりたいんですけどどうやったらなれますかっていう質問、これおかしいんですよアニメーターになりたいんだったらどうなるかって多分今調べられるんですよ。例えばスタジオカラーとかトリガー、ハイクオリティなアニメを作ってそうなスタジオなんじゃ、どのランクのスタジオに自分この画力で入れそうですかとか、このぐらいはさ、せめてさアニメーターになりたいんだったらさ準備しといてよだって自分の人生のある一時期をかけるわけじゃないですか。少なくとも数年間はそれに関して費やすわけでしょ。だとしたらそんな知りもしないものにそもそもなんでなりたいんですかっていうね、
そのなり方もわからないものにそもそもなんでなりたいんですかって僕は不思議でしょうがないんですよ。だってなりたいんだったらまず調べませんか？そして最近ねそのアニメーターになった人を調べませんか？僕からしたらその質問が不自然、言ってることとやってることはきっと違うだろうと思ってしまうわけです。でこういう場合あるあるね、こういうですね見当違いな質問する人あるあるとしては、それはアニメーターになりたいんじゃなくてまず今の生活が嫌なんですよ。で下手したらアニメーターになったらアニメの好きな友達ができるかもしれないなと思ってる人いるのかな、わかんないけど、でもね専門学校はこれめちゃくちゃあるみたいですね。高校の時は友達いなかったからアニメの専門学校入ったらアニメの話できる友達できんじゃねえかと思ってアニメの専門学校にね行こうとする人がですね少なからずいるらしいんですけど、一応アニメの専門学校って例えばアニメーター科だったらアニメーターになることを前提としたおそらくねカリキュラムが組まれているので、アニメーターになりたい人が行く場所であってアニメのお話をしに行く場所ではそれがメインではないと思うんですよ。それと同じようにアニメーターになりたい、あるいはプロの絵描きになりたい、同人作家になりたいっていうことが実際にそのアニメーターやらプロの同人作家が何をやってるかじゃなくて、今の生活が嫌だったりとか、なんか絵描きってなんか楽していい感じになんかずっと好きな絵ばっか描いてやってんのかなというですね、知らないとそのぐらいぼんやりですね楽して楽しいことってあると思います。皆さんここがねそもそも見当違いなんですよ。だいたい楽して楽しいことってないんですよ。楽しいことってだいたいその前に自己鍛錬が必要なんですよ。辛い苦しいっていうのもいろいろあるんですけど、何をもって辛い苦しいのか、これは僕の基準だとでも結構多くの人にそうらしいんですけど、人の言うことをよく分からずに聞きながらやることってこれ本当に辛いと思うんですよ。しかし自分で選んで自分で本当に必要だと思ったことって多分精神的に辛くないんですよ。肉体的にとかは辛い場合あるんですけどその努力は楽しむために必要なんですよ。ほとんどの人ってねこのね楽と楽しいをですね非常にごっちゃにしてる場合が多くて、楽して楽しむことってねないんだよね。だいたい楽しいためにっていうか充実するためにはよほどの研鑽を積まないと楽しくならないんだよな。ゴルフにせよね、バスケットにせよね、なんか大谷翔平の野球にせよ、あんなさね自由自在にプレーできたらそりゃ楽しそうだよね。だけど大谷翔平になりたいかっつうとすごいストイックにずっとやってるわけじゃないですか。故に野球が楽しめるんですよ。それと同じように絵もね、その絵描きも、自由自在に自分の好きなもの好きな形をさらさらと描けたらそれは楽しいです。しかしそのためにはすごいねその積み重ねというか研鑽努力が必要なんですよ。ちなみに楽って何かっつうと、家でずっとなんかスマホしてゲームやってでなんかぼーっとSNS 見て YouTube 見てお菓子食って甘い飲料水飲んでみたいなのってこれ楽ですよね。しかしこれ楽しいですか？俺はねこれ楽しそうに見えないんですよ。ぐだっとしたね、した時間っていうのが誰でも必要だし、俺もそういうことなくもないんですけど、この楽してる状態って実はね俺そんなに楽しそうに見えないんですよね。楽しくはないんですよこれ。しかもこれが慢性化してそっちの方が当たり前になっていくとこれね楽してるけど楽しくはないんですよこれで。このやる気っていう話とちょっと関係なさそうに聞こえるんですけど、やる気はねやらないと出てこないんですよね。これもよく聞く話ですよね。やる気をどうやったらじゃあ出せるんですかって言ったらですね、何でもいいけどね走り始めるというか、あとね朝一で散歩するといいですよマジで。みんなやる気が出ないのはというか血流が悪い可能性がまずめちゃくちゃあるね。まず歩き出す。でそっから、何やろうかなって決めて歩いて帰ったらそれをやると。でしかもやるときにいきなり完璧を求めない。これめちゃくちゃ重要ですね。やる気なくなっちゃう人あるあるね。課題評価しすぎ、自分に対してハードル上げすぎ。課題評価っていうのはこれができなきゃダメ、あれができなきゃダメみたいな難しいなんかミッションを自分に課すわけですよ。
2年以内にアニメーターになるじゃないけど、例えばですよ、今までめちゃくちゃ描いてきたことある人だったらでもきついかもしれない、漫画うまいですみたいな人でもある程度まっとうなアニメの仕事できるのにやっぱ3年はかかると思いますよ。僕相当絵がうまい人でも3年ならすごい早い方。まして全く絵描いたことない人がアニメーターに3年でなるか。3年ジブリって本出してんもんな俺な。だから僕以上に書かないとかな。でもね今ね情報があるからよほどまあやる気があったらですね、かなり僕の時代よりもかなりショートカットできることは確か。もうすでに情報があるんですよ。添削結果あるんですよ。なのでそれを見ながらただやるだけなんですよ。もう僕の方では答え出してんですよ。僕の時よりもめちゃくちゃ楽ですよ。答えのない世界をですねさまようみたいな感じでしょ。いやまだ室井くんにはアニメの真髄が分かっていないからあと10年ぐらいは動画やろうねみたいな感じで僕の何がダメなんですか言ってくださいみたいな感じで、本当どこがどう足りないか言ってくださいみたいなね、もういう感じでしたよ。君はこれとこれとこれができてない、これとこれとこれやれって言われたらさ、こんな楽な話ないですよ僕からしたら。めちゃくちゃもうチートですよ。もう超ショートカットです。それ僕の世代からしたら、いや君はまだみたいな経験不足だね、頑張りたまえみたいなねそれやってるとね気づいたらね40、50になってんすよねもう現代においてそのクリエイター事情で言うとですね、もう情報ってあるから、やる気イコール情報収集イコール結果実力になってしまうので、これって昔だったらですよ、まあちょっと言葉を選ばずに言うとアニメ業界だったり漫画業界っていうものが、かなりマニアックな人間だけの独占市場だったんですよ。今ね全年齢あるいは海外も含めて全地域全年齢が対象となって能力さえあれば誰でも参戦できる場所になってしまったんですよ。だから昔は20代前半でアニメ業界に入ってでそこですごいこう技術をなんか積み上げしてってみたいなことをですね、年齢的にもあと住んでる地域ですね、アニメスタジオがあるのほとんどもう東京ですからとか中央線ですからね、地域差そして年齢、によってですねかなりできる人が少なそこらに限定されてたんですよ。それがですね今これだけですねノウハウだったりとか、が拡散されるとどこでもできるんですよね。タブレットですらなくて iPad で仕事できるんですよね今ね。クリスタで仕事できるんですよ。そういう時代になってしまったのでどんどんねやる気がある人がね入ってこれるようになっちゃったんですよね。あとねその人の適性向き不向きもですね、いや10年やってみないと5年やってみないと分かんないねみたいなものから、今ってそれが全てではないんですけど SNS に上げてその反応でさある程度分かるじゃん。そしてアニメシクみたいなものもあるし、でアニメシクで受講すればだいたいこの人もうなんかプロの仕事できそうだなっていうかプロよりうまいじゃんみたいな塾生さんも正直結構いますよね。ある程度できるようになるであろうノウハウに直接アクセスしてそれをですねいきなり得ちゃってる人がシンプルに強いといえばそうなんですよね。体力あるやつ強い。やっぱ体力ありますね、その活躍してる人って。だって宮崎さんやっぱさすごい体力ありますしね。あとやっぱこうメンタルが健全じゃないと長い間絵描けないから、自分のメンタルを健全に保つっていうのも結構大事な、能力になるんです。でそのためには何かっていうと結局運動だったり自己管理だったり乱れた食生活ずっと続けてるとどうしても体体調ね若いうちはいいんですけどだんだん年取ったりしてる間にさ体調悪くなってったりするんで、長い目を見るとやっぱりねちゃんと自己管理大事だなと思いますね。やっぱ体調がちゃんと良くないとまともにやっぱいい絵は描けないですよ。トップアスリート並みのね、肉体管理とは言いませんが結局絵描きアスリートなんですよ。プロの絵描きになるってことは自分のね、体が資本ですから。だからそういう意味でやる気っていうのもですね自分でやっぱりそうやってあらゆるね、自己管理も含めて、作り出すんですよね。なんか誰かに与えてもらうもんでもないし自分の体をねちゃんとするというのも含めてそれも仕事のうちですんで、はい。